皆さん、こんにちは。今日もホストの高橋が番組をお届けします。今日は JLPTN4 レベルのリスニング練習です。今日のテーマは、新潟県の雪と一緒に暮らしている農家の方のお話です。難しい言葉が出てきても大丈夫です。まずは、話の流れを楽しんで聞いてください。最後には今日出てきた文法を一緒に確認していきますので楽しみにしていてください。今日のゲストは佐藤さんです。新潟県でお米や雪下野菜を作っている農家さんです。こんにちは、佐藤です。今日は雪の暮らしについてお話しできることを楽しみにしていました。こちらこそ来ていただいてありがとうございます。今日は東京まで遠かったんじゃないですか？新幹線ですぐでしたよ。2時間ぐらいで着いたので、思ったより楽でした。それは良かったです。では、少し落ち着いたところで雪のお話を聞かせてください。佐藤さんの茶は冬になるとどのくらい雪が積もるんですか？多い年は2メートルを超えることもあります。家の1階が雪で見えなくなるくらいです。2メートルもですか？それは想像するだけで驚きます。東京に住んでいる人にはなかなか想像できないと思います。でも、私たちにとっては当たり前の景色なんです。佐藤さんは生まれた時からずっと新潟にいらっしゃるんですか？はい、ずっとです。今年で42歳になりますが、雪のない冬は一度も経験したことがありません。生まれた時から雪と一緒だったんですね。子供の頃は雪をどう感じていましたか？子供の頃は単純に楽しかったです。雪合戦をしたり、鎌倉を作ったりして、よく遊んでいました。鎌倉を作るなんて都会ではなかなかできない経験ですね。羨ましいです。でも、大人になって農家を継いでからは、雪の見方が少しずつ変わっていきました。どんな風に変わっていったんですか？楽しいだけじゃなくて、大変な仕事の一つにもなりました。特に、雪下ろしは、本当に体力がいる作業です。雪下ろしというのは屋根の上の雪を下ろす作業のことですよね。そうです。雪が積もりすぎると、屋根の重さに耐えられなくなって、家が壊れてしまうことがあるんです。それは大変ですね。雪下ろしはどのくらいの頻度でしなければならないんですか？雪が多い時期は、1週間に1回ぐらい、屋根に登らなければなりません。朝早くから始めることが多いです。屋根の上で作業するのは危なくないですか？少し心配になります。正直に言うと、危ないです。毎年、雪下ろし中の事故のニュースを聞くので、私も気をつけています。どんなことに特に気をつけているんですか？必ず命綱をつけることと、一人では作業しないことです。誰かに声をかけてもらいながら作業しています。声をかけてもらうだけでも安心感が違いそうですね。そうですね。一人で黙って作業していると、何かあった時に誰も気づいてくれませんから。雪下ろし以外にも冬の間大変な作業はありますか？玄関までの道を作る雪かきも大切な作業です。毎朝、家の前の雪をどかさなければなりません。毎朝ですか？
それだけでも朝の時間がかなり取られてしまいますね。はい。冬の間は、普段より1時間ぐらい早く起きて、雪かきをしています。冬の朝は寒い中での作業になるから、なおさら大変そうです。寒いですが、体を動かしていると、意外とすぐに暖かくなりますよ。それを聞いて少し安心しました。運動にもなりそうですね。佐藤さんは雪を取り除く道具としてどんなものを使っているんですか？スコップはもちろんですが、最近は、除雪機という機械も、使うようになりました。機械を使うと作業はだいぶ楽になるんじゃないですか？はい。体の負担は、かなり軽くなりました。ただ、機械の音が大きいので、朝早くは、少し気を使います。確かに朝早くに大きい音が出るとご近所の方に迷惑になってしまうかもしれませんね。そうなんです。だから、あまり早すぎない時間を選んで、機械を使うようにしています。ご近所の方々とは雪に関して助け合ったりすることもあるんですか？はい。たくさんあります。特に、お年寄りの家の雪かきは、若い人たちが手伝うことになっています。それはとても温かいつながりですね。雪が地域の人たちを結びつけているようです。本当にそう思います。雪がなかったら、こんなに助け合う機会は、なかったかもしれません。大変な雪が逆に人と人をつなぐきっかけにもなっているんですね。先ほど雪下野菜という言葉が出ましたが、それはどんな野菜のことなんですか？雪の下で、冬の間ずっと育てる野菜のことです。大根や白菜などを、雪の中に置いておくんです。雪の中に置いておくなんて凍ってしまいそうな気がします。実は、雪の下は、それほど寒くないんです。雪が、外の冷たい空気から、野菜を守ってくれるんですよ。それは知りませんでした。雪がまるで布団のような役割を果たしているんですね。いい表現ですね。それに、雪の下で育てると、野菜が甘くなるという特徴もあるんです。どうして甘くなるんですか？理由が気になります。野菜が寒さから自分を守るために糖分を増やすからだと言われています。それが甘みにつながるんです。野菜も自分を守るために工夫しているんですね。なんだか命の力を感じます。私も毎年それを感じます。厳しい環境の中でこそ美味しい野菜が育つんです。雪下野菜を掘り出す作業はどのように行うんですか？スコップで雪を丁寧に掘っていきます。野菜を傷つけないように慎重に作業しなければなりません。それもかなり大変そうな作業ですね。腰にも負担がかかりそうです。そうですね。だから、掘るときは腰を落として足の力を使うように気をつけています。体の使い方一つにも長年の経験が生きているんでしょうね。若い頃は力任せにやっていましたが、今は体に無理をさせない方法を覚えました。雪下野菜はどこで買うことができるんですか？都会でも手に入りますか？最近はインターネットの通販でも買えるようになりました。都会の方にも少しずつ知られてきています。それは嬉しいです。今度私も
インターネットで探してみようと思います。ぜひ、食べてみてください。甘みの違いに、きっと驚くと思います。お米作りにとって雪はどんな役割を果たしているんですか？実は、雪はお米作りにとって、とても大切な存在なんです。春になると、雪が溶けて、田んぼの水になります。大変だと思っていた雪が、実はお米作りを支えてくれていたんですね。そうなんです。雪解け水は、とてもきれいで、栄養も豊富なので、美味しいお米が育つと言われています。新潟のお米が美味しいと言われる理由の一つは、そこにもあるんですね。はい、その通りです。雪と山の水と私たちの努力が合わさって、初めて美味しいお米が生まれるんです。雪、山、そして人の手、それぞれの力が合わさって、一つのお米になるというのは素敵な話です。そう言っていただけると、農家としてとても嬉しく感じます。春が来て雪が溶け始める瞬間は、佐藤さんにとってどんな気持ちになるものですか？毎年、本当にほっとします。長い冬が終わって、これから田植えが始まるんだという期待も感じます。長い冬を乗り越えたからこそ、春の喜びもより大きく感じられるんでしょうね。本当にそうですね。もし雪がなかったら、春の喜びもこんなに大きくなかったと思います。冬の間、雪のせいで困ったことは他にもありますか？車の運転はやっぱり大変です。道が滑りやすくなるので、スピードを出せません。雪道の運転は慣れていない人にはとても怖そうです。私たちは子供の頃から練習しているので慣れていますが、それでも毎年緊張します。学校に通う子供たちも雪の中を歩かなければならないんですよね。そうなんです。だから、地域のみんなで通学路の雪かきをすることになっています。子供たちの安全のために大人たちが協力しているんですね。心強い話です。雪国では、こういう助け合いがないと暮らしていくのが本当に難しいんです。佐藤さんは雪が多い生活を大変だと思うことと良かったと思うこと、どちらが多いですか？難しい質問ですね。若い頃は大変だと思うことの方が多かったです。今は違う気持ちになっているんですか？はい。今は雪があるからこそ美味しい米や野菜が育つと心から思えるようになりました。大変な経験を積み重ねてきたからこそ、そう思えるようになったんでしょうね。そうかもしれません。雪と戦うのではなく、雪と一緒に生きる、という考え方に変わってきたんです。雪と戦うのではなく、一緒に生きる。とても美しい言葉ですね。雪国に住む多くの人が、きっと同じような気持ちを持っていると思います。さて、ここで一旦、リスナーの皆さんへの質問タイムにしたいと思います。皆さんは、雪がたくさん降る場所に住んでみたいと思ったことはありますか？雪景色を見てみたいという方も、実際の生活を想像すると、大変そうだと感じる方もいると思います。よかったら皆さんの考えをコメント欄で教えてくださいね。それではそろそろ佐藤さんとの話に戻りたいと思います。佐藤さんの周りには雪国での暮らしに憧れて
都会から移り住んできた人もいるんですか？はい、少しずつ増えています。冬の景色に憧れて、移住してきた若い夫婦も近くに住んでいますよ。実際に住んでみて、その方々はどんな感想を持っているんでしょうか？最初は雪の量に驚いていましたが、今では雪かきも楽しいと言ってくれています。それは嬉しい変化ですね。地域に新しい仲間が増えるのは心強いことだと思います。本当にそう思います。新しい人が来てくれることで、私たちも元気をもらっています。雪を目当てに来る観光客も多いんじゃないですか？はい、多いです。特に外国から来る観光客が雪を見てとても喜んでいます。雪が珍しい国から来た人には、この景色がまるで別世界のように見えるんでしょうね。私たちにとっては当たり前の景色でも、他の人にとっては特別なものなんだと改めて気づかされます。観光客の方が来ることで、地域の経済にも良い影響があるんじゃないですか？そうですね。旅館やお店にもお客さんが増えて、村全体が少し元気になった気がします。佐藤さんの農家でも観光客を受け入れる取り組みはしているんですか？はい。夏には田植え体験や野菜の収穫体験を都会の方に体験してもらっています。田植え体験、楽しそうですね。私も一度やってみたいと思っていました。ぜひ、いらしてください。泥だらけになりますが、それもいい思い出になりますよ。冬にも観光客向けの体験のようなものはあるんですか？はい。鎌倉作り体験や雪下野菜の収穫体験を冬限定で行っています。鎌倉作りも体験できるとは、子供も大人もみんな喜びそうです。実際、参加した方々の笑顔を見ると、私たちもとても嬉しい気持ちになります。佐藤さんご自身はこの仕事をしていて一番やりがいを感じる瞬間はどんな時ですか？秋に自分が育てたお米を初めて食べる時です。あの瞬間のために1年間頑張っている気がします。1年間の苦労がその一口に全部詰まっているんでしょうね。はい。雪下ろしの大変さも、雪かきの寒さも、あの一口を食べた瞬間、全部忘れてしまいます。それを聞いて私も新潟のお米を今すぐ食べたくなりました。これからこの仕事を続けていく若い人たちに何か伝えたいことはありますか？雪は、最初は敵のように感じるかもしれませんが、いつか、必ず味方になってくれると、伝えたいです。その言葉、これから雪国で農業を始める人たちにとってきっと心強いと思います。佐藤さんのお子さんは将来農家を継いでくれそうですか？まだわかりませんが、息子は、雪かきを手伝ってくれるとき、楽しそうにしています。それはいい兆候かもしれませんね。子供の頃の楽しい記憶は大人になっても残っていくものですから。私も、そう願っています。無理に継がせるつもりはありませんが、選んでくれたら嬉しいです。最後に、これから新潟に来てみたいと思っている方に何かメッセージはありますか？ぜひ、冬の新潟に来て、雪と一緒に生きる暮らしを、体で感じてみてください。素敵なメッセージ、ありがとうございます。
佐藤さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそ、貴重な時間をありがとうございました。さて、皆さん、今日のエピソードはいかがだったでしょうか？新潟の雪国での暮らしについて何か新しい発見があったなら嬉しいです。もし感想があれば、ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。それでは、今日出てきた文法を一つずつ確認していきましょう。今日の話の中で知らなかった文法はありましたか？答えの前に少し考えてみてくださいね。一つ目はなければならないです。屋根に登らなければなりませんという表現でしたね。二つ目はことがあるです。2メートルを超えることもありますという文でしたね。三つ目はたりするです。雪合戦をしたり、鎌倉を作ったりして遊んでいましたという表現でしたね。四つ目はようになるです。雪の見方が少しずつ変わっていきましたという文とともに覚えておきましょう。五つ目は過ぎるです。雪が積もりすぎると屋根が壊れてしまうという表現でしたね。六つ目はながらです。声をかけてもらいながら作業していますという文でしたね。七つ目はかもしれないです。良い兆候かもしれませんねという表現でしたね。八つ目はからこそです。厳しい環境の中でこそ美味しい野菜が育つという文とともに少し形は違いますが覚えておきましょう。九つ目はようにです。野菜を傷つけないように慎重に作業しますという表現でしたね。10個目は手置くです。命綱をつけることと伝えたいという気持ちを話すときにも使われていましたね。11個目はというです。雪と一緒に生きるという考え方に変わったという表現でしたね。そして最後、12個目はつもりです。無理に継がせるつもりはありませんという文でしたね。以上、今日出てきた12個の文法でした。いくつ覚えていましたか？全部覚えていなくても大丈夫です。何度も聞いて少しずつ身につけていきましょう。これからも一緒に JLPTN4 に向けて頑張っていきましょうね。今日の佐藤さんのお話のように大変な経験も時間が経つと大切な宝物になっていくものですね。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。この番組が皆さんの日本語の勉強にとって少しでも助けになっていたら嬉しいです。他のエピソードでも日本各地の暮らしや文化についていろいろとご紹介しています。興味がある方はぜひそちらも聞いてみてくださいね。次回はまた違う地域で暮らす方のお話を皆さんにお届けする予定です。次はどんなお話に出会えるのか今から楽しみにしていてくださいね。よかったらチャンネル登録や高評価もいつも応援の印にお願いしています。コメント欄に書いてくださる皆さんの感想もいつも励みになっています。今日、佐藤さんが話してくれた雪と戦うのではなく一緒に生きるという言葉、私も忘れずにいたいです。日本語の勉強も難しいと戦うより少しずつ仲良くなっていく気持ちで続けられたらいいですね。皆さんも今日覚えた文法を焦らずに
少しずつ自分のものにしていってください。それでは、今日のエピソードはこのあたりで終わりにしたいと思います。改めまして、佐藤さん、今日は貴重なお話をありがとうございました。そして、リスナーの皆さんも最後まで一緒に聞いてくださってありがとうございました。皆さんの日本語の勉強が今日も一歩前に進んでいることを心から願っています。焦る必要は全くありません。皆さんそれぞれのペースで着実に進んでいってください。今日という日が皆さんにとって日本の地方の暮らしに少しでも近づけた一日になっていたなら幸いです。最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。それでは、皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。どうぞ、良い一日をお過ごしください。日本語の学習も体調も無理をせず、自分のペースで進めていくことが何より大切です。次にニュースなどで、雪国の映像を見かけたら、今日の佐藤さんのお話を少し思い出してもらえたら嬉しいです。大変そうに見える景色の裏に、そこで暮らす人々の努力と工夫がきっとあるはずです。それは日本語の勉強にも少し似ているかもしれません。難しく見えることの裏にも必ず理由があります。理由がわかれば難しいことも少しずつ優しく感じられるようになっていくはずです。今日のエピソードがそのきっかけの一つになっていたらとても嬉しいです。皆さんの毎日の勉強が今日という一日を通して少しでも豊かなものになっていますように。これからも一つ一つの言葉を大切にしながら一緒に学びを続けていきましょう。皆さんとまた次のエピソードでお会いできることを心から楽しみにしています。それまでの間、体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。今日という日が皆さんにとって実り豊かな一日になっていますように。いつか皆さんも実際に雪国の景色を自分の目で見に行ける日が来るといいですね。その時にはきっと今日聞いた言葉の数々が頭の中に自然と浮かんでくるはずです。今日も最後までお付き合いくださり本当にありがとうございました。それでは皆さんまた次のエピソードでお目にかかりましょう。寒い日が続きますので、皆さんもどうぞ暖かくしてお過ごしください。皆さんも暖かい格好で良い一日をお過ごしくださいね。最後まで聞いてくれて本当にありがとう。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら、また今度。